おはようございます。今日の聖地巡礼第4弾ですね。はい。今日はどこに来たんでしょうか。はい、今日はですね、西武線の狭山市駅にやってまいりました。狭山といえばですよ、ピンとくる方いると思うんですけど、こちらですね。じゃん、細野ハウス。この細野ハウス、皆さんお持ちでしょうか。これ裏を見ると、実はですね、細野ハウスの場所って書いてあるんですよ。レコーデッドアット細野ハウス。今調べたら出てきます。今日はこの住所の場所を目指しつつ、細野さんが当時行ったんじゃないかなというゆかりの地も歩いてみようかなという感じで。まずはどこに行きますか。まずはですね、図書館にちょっと寄りたいんですよね。図書館。はい、図書館。というのは、細野さんが当時住んでいた頃の米軍ハウスの住宅地図というものが存在するという情報をとある方のブログで読んだんですね。なのでそれをどうしても手に入れたくてですね、実はこの前日に埼玉県立図書館まで片道2時間かけて行ってきたんですよ。で、そのブログで見たやつだと、米軍住宅のこの家の一個一個に当時住んでらっしゃった方の名字がこう書いてあったんですよ。で、ちゃんとそこに細野って書いてあったんです。なぜかですね、昨日熊谷の方でコピーさせていただいたこれには名前が載ってないんですよ。じゃあその名前が入ってる地図っていうのはどこで手に入るんだろうということで、その図書館の方に調べてもらったところ、名前入りの地図はどうやら狭山市立図書館にあるらしいと。なのでその図書館の最寄り駅から今回の巡礼はスタートすることにしました。ちゃんとあるといいな。中は取れないと思います。結論から言うと手に入りませんでした。ついこの間までここにあったらしいんですけど、地図の傷みが激しいため修理に出してしまったばかりということで、いつ帰ってくるかわからないと。でもですね、本当は聖地巡礼って地図があるとめちゃめちゃ楽しいんですよ。もう RPG の地図と一緒ですよね。皆さんは聖地巡礼行かれる際、ぜひぜひ地図を手に入れるようにしてください。当時ってみんな米軍放送の FEN とかをラジオで聞いたり、アメリカ文化に対する多分憧れがすごい強かったんじゃないかなと思いますよ。かなり安い値段で広い家でアメリカそのものみたいな暮らしができるっていうのの憧れは絶対あったなじゃないかなと思いますよ。はい、気を取り直して狭山米軍ハウスのあった稲荷山公園を目指すことにしました。まずは腹ごしらえということで、米軍ハウス近くで60年代から営業しているステーキハウスニックスさんに向かうことにしました。ちょうどたまたまレストランニックスに向かう途中に見つけました。これ米軍ハウスの後ですよね、どう考えても。調べた感じなんかカフェらしいんですけど、これでも完璧に当時の雰囲気じゃないですか。で1階建てだったんですか。そう、みんな平屋だったっぽい。基地の近くには、数は少ないんですけど、今も米軍ハウスっぽい建物が点在しているようです。さあ、ニックスに到着しました。店内には昔の写真もたくさん飾られてます。案内されて窓際の席をゲットしました。はい。看板メニューはジョンソンバーガーと煮込みハンバーグ。どっちもうまそう。ランチョンマット的な紙にニックスの歴史が書いてありました。1960年に開店し、ジョンソン基地の駐留の軍人やその家族を対象としたレストランだったようです。お食事どちらも噂にたがわぬ絶品でした。で、食事の後にですね、ちょっと休憩をニックスさんで撮らせていただきつつ、持ってきた写真集などを見てこれからの、方策を練ることにしました。今回資料として持参したのが、この狭山ハイドパークストーリー1971から2023という本です。70年代初頭に狭山米軍ハウスに移り住んできた細野さん周辺のアーティストたちの暮らしぶりが写真と文章で綴られています。この本には2005年に行われたハイドパークミュージックフェスティバルの写真も載ってます。このフェスティバルというのは70年代当時狭山の米軍ハウスに住んでいたミュージシャンたちが再び一堂に会して行われたフェスで、その時のトリが細野さんでした。実は僕ですね、2005年のハイドパークミュージックフェスティバルに行ってるんですよ。20年も前の話なんでまだ20歳そこそこだったんですけど、いやその日もう1日豪雨だったんですよね。でもそれが鳥の細野さんの前に奇跡的に雨が上がりまして、でそこで聴いた1曲目のロッカバイマイベイビーの感動は未だに忘れられないですね。フェスの思い出ついでに公園内にある博物館にも立ち寄ってみました。なんか米軍ハウス関連の展示があったらいいなと思っていたんですけど、10年くらい前にそういうのを1
回やったきりで特に常設の展示などはないそうでした。今や細野ハウスが作られた場所といえばかなり文化的価値も高いと思うので、狭山市もうちょっと積極的に展示とかやってほしいんですけどね。さあまた気を取り直して、ジャケットヌラに載っている住所の場所をいよいよ目指します。当時は公園の中にも細野ハウス的な土地が結構建ってたらしいですね。かなり点在してたみたいで、なんか90年代まではその建物があったっていうことらしいんで、妙にこの公園はアメリカっぽい雰囲気がすると思って調べたら、案の定やっぱりこの公園を造成したのはアメリカ人の方だったらしくて、木とかそういうのが生えてんのかなっていう。森の小道を抜けていくと細野さんたちが当時住んでいたエリアはもうすぐそこです。こっちですか？こっちでこっち。ここはでもこの森写真で写ってたこの背景の森でしょこれ。そうですね。さっきハッピーエンドのメンバーとこの子供が写ってた。写ってた。なんかこの辺とかちょっと米軍ハウスっぽい名残があるようにも見えるけどね。なんかてっきりこの辺はもう残ってないような話を聞いてたけど、古い建物自体は残ってますね。これとかね、まあちょっとどうなのかってね、絶妙な、なんとなく面影を感じる。なんとなくあるよね。この辺一帯がそのハイドパークハウスだ。そう、この辺一帯がそうです。地図出してみましょうか。これが今多分降りてきた階段のとこじゃないのかな。今多分今ね、この辺を歩いてるんだ。ここかな。この赤い線の上の、が今そこの道なんじゃないかな。細野さんが住んでたのはだね、この辺だったかな。11番。そう、11です。もうちょっと先にずんずん行ってみましょう。どうですかこの森の感じ。写真集に写ってた森の雰囲気と結構似てるんじゃないですか。森の向かいの建物もどことなくそれっぽいです。この辺かな。うわ、完全に一致してる。ここだ。この駐車場の中のどこかなんだよな。でもかなり広いから、さっきの地図をちょっと広げてみるか。多分ね、もうちょっと特定しようと思えばできると思うんだよな。11自体がこの駐車場のエリアを指してて、11の16だったかな。ジャケット見てるよ。あ、違う、11の36だ。36。すると、ただ道路自体とこのね、ここは絶対変わってないから。ちょっと見ないけど。ここはどこかなあ、でも山側ってことですか？完全山側ですね。完全この通りに面してる。でもまさにここじゃない。じゃあここが、こんな気がするよ。細野さんちの裏だ。ここが裏ですね。もし区画が変わってなければ、この道の先に Y 字路があるはず。あ、やっぱそうだ。これ公園から降りてくる道でしょ。間違いない。やっぱさっきいた場所。そうだね。いよいよ今回の聖地に到着しました。駐車場の正面からアプローチしてみることにします。家がこう並んでたんでしょうね、左右に。うん。奥はやっぱそうか。奥がやっぱ一段ちょっと上がって道があった。ここだな。ちょうどこの右側の、ここですね。先ほどの本に小坂忠さんの奥様の高栄華さんの証言が載ってたんですけども、それによるとですね、アメリカ村の私たちの家は舗装された道路から山道までの間に3軒並んでいた一番山側の家でしたと。でそこに遊びに来た細野さんがそれを気に入ってとうとう我が家の真裏の家を借りてしまいましたというふうにおっしゃってます。なんかね、その本によれば細野さん家のでも真裏が小坂忠さんのお宅だったんじゃないかなって気がするんで、そうなるとそう、この柵の裏側に小坂さんがひょっとしたらいらっしゃったのかなっていうね。今は残念ながらこの更地の駐車場になっちゃってますけど、まあでも逆にね、なんか逆に駐車場だから入れます。そう広さがよくわかるし、わかりますね。ハッピーエンドのメンバーが写ってる写真ちょっと見てみようかな。こうか、これだ。これは細野さんちこれそうなんじゃないなのかな。ハッピーエンドのメンバーみんな揃ってるってことは、ここでやっぱここなんだ。でしかないです、うん、完全にここだよね。あれかな。葉っぱが一緒じゃないですかね。確かに一緒だけど成長してあれになったのかな。本当かわかんないけど、でもだとしたら超エモいじゃないですか。あの木は細野さんを見てきたかもしれない。それにしか見えないです。そうだね、本当それだよ。この大名盤がここで作られた、にわかには信じられないってとこもあるけど、
駐車場ってことは分かってたんですよ、実は。いざ行ったらそんなに考えもないのかなと思ってるけど、いや、やっぱりそう、自分の目の前にはありありとあの日の姿が今ね、蘇りましたよ。当時の様子をご存知だったり、この辺りに住んでいたという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで情報をお寄せください。入間の方に行くとジョンソンタウンっていうこういう米軍ハウスがそのままリノベされて今もちょっと観光っぽく保存されてるエリアがあるんで、この後はそこも最終的には行ってみて、行きましょう。はい、当時の建物の中も見てみたいと思ってます。細野ハウス跡地からジョンソンタウンまで歩いていくことにしました。なんと40分かかります。まあ長いんですけど、巡礼者たるもの歩くべしということでね。通りすがりの東京家政大学にも米軍ハウスの遺構があることが判明したので、突撃してみることにしました。残念ながら守衛さんに追い返されました。皆さんアポなしでは入れませんのでお気をつけください。自衛隊入間基地の横を通っていくと、古い飛行機がいろいろと展示されていました。その先にはまた別の公園がありました。ここも昔は基地の一部だったみたいです。公園を抜けるとすぐにジョンソンタウンが見えてきました。ここ入居できる。さあジョンソンタウン、中を歩いてみると思っていたより結構広いです。かなりそれっぽい光景が目の前に広がってきます。米軍ハウスのリノベカフェを見つけたので入ってみることにしました。こんにちは。ジョンソンタウンの米軍ハウスのカフェにこんな本がありました。やっぱちゃんとこういうとこにあるんですね、これが。写真家野上正弘さんの写真集がありました。野上さんは細野さんの大学時代の同級生で、ハッピーエンド周辺の写真を撮り続けてきた方です。先ほど私が持っていたハイドパークの写真集の写真もほとんどが野上さんの手によるものです。すいません、失礼いたします。確かにキングヌーの人みたいですよね、小坂忠さんと。ここからだ。本当だ。そう、あの辺の小さいそうだ、アメリカ村っていう通称だったんだね。で、そう、風待ちロマンのジャケットのためにあそこに取りに行ったんだ。これもアメリカ。アメリカ村。やっぱマークシックスムーの人たちですね。これもホームレコーディング。多分サイモンの家じゃない。これそうなんですか。細野さんの家じゃない。これ細野ハウスレコーディング。やっぱり結構普通の部屋に無理やり楽器救急に置いてやってる感じじゃない。かなり無理やり詰め込んでるよね、楽器は。ここにもだってベースギターいるもん。この感じ。ちょっと広角味で撮ってるのか。そうだね。かなり狭いと思うとこれ。本当はリビングみたいにしてるところに楽器を置いてたんですかね。そうなんですよね。こんなに立派な卓まで入れてたんだ。実際にハウスの中を歩いてみるとサイズ感がかなりわかります。当時細野さんはレコーディングにおいてリビングルームの方に卓を置いて8畳ほどのベッドルームで演奏したらしいです。トイレの扉を開けてみるとバスルームも一緒になってました。アメリカの家っぽくていいですよね。なんかデザインも可愛いです。ここの通りすごい近くないですか。さっきのサイズ感と細野さんちのサイズ感とちょうどこう立ち位置的にも細野さんの家がここにあってって感じで、ここがかなり一番再現度高いかも。ここに憧れて移り住む気持ちはわかる。細野さんち実際行ってここに来たら今はいいですよね。イメージできる。やっぱここはセットで来るべき場所です。ああいうところにハッピーエンドのように並んで写真を撮った。ここに来ると家同士の感覚も分かりますし、建物の中にも実際に入れるからとてもイメージしやすいです。細野ハウス跡とジョンソンタウンはぜひセットで行くことをお勧めします。ジョンソンタウンは素敵なお店もいっぱいありますし、普通に住んでる方も大勢いらっしゃってとても活気のある街でした。カフェの方曰く空きがあれば割と気軽に入居もできるそうです。細野さんの暮らしを追体験できるかもしれませんので、ぜひチェックしてみてください。さあ、というわけで今日一日細野ハウスにまつわる場所をいろいろと巡ってみましたが、変わってしまったものもあれば変わらないものもあったという感じですが、細野ハウスがレコーディングされた50年前の空気感みたいなものは確かに感じられました。この経験をすると細野ハウスの聞こえ方、これ間違いなく変わります。
決して言った場所観光地ではないんですけど、細野ハウスファンなら絶対楽しんで、都心からもそう遠くないですし、ぜひ来た方がいいと思います。いや、来るべきです。てな感じで聖地巡礼第4弾終わりです。チャンネル登録お願いします。この次はモアベタだよ。大きい大きい。大きい？ダメ。どうですか？ダメだよ、こんなの。俺が、お前、これ音楽じゃないよ。俺の知ってる音楽じゃないよ。聞いてください、聞いてください。拝見しました。いや、なんかまた自分の惨めさが分かってきたよ。そんなことないですけど。一人も来ないってのはどういうことなのかな。私の力不足です。そんな暗くなること言わないでください。こっからじゃないですか。今日がスタートだと思う。今日がスタート。綺麗ですね。綺麗じゃないですか。残る。本当に。皆さんお世辞がうまいな。いや、行くぜ。おお。いいじゃないですか。いいです。いいです。